こんにちは、のすけです。3D テックから 3D プリンターを提供してもらいました。ということで 3D プリンターの紹介とマルチカラー印刷で作ったデスクミニ用のオリジナルケースを紹介します。提供してもらったのは CD-Q2 コンボ。FDM 方式の 3D プリンターでプラスチックを溶かして積層させていくタイプです。光造形の 3D プリンターしか使ったことがないので FDM 方式は今回が初めて、初心者となります。初心者視点のレビューになるので、詳細が知りたい人はプロの動画も見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。ということで開封して設置。大きさは幅が 40cm、奥行きが 44cm、高さが 49cm で重さが 18kg。男子ならちょうど抱えられるぐらいの大きさになります。日本語のスタートアップガイドがついているので、初心者でも簡単に組み付けできました。完全に日本語。電源を入れてモニターの指示に従っていけば簡単に初期設定ができます。同梱されていた少量のフィラメント。フィラメントというのはこんな感じの溶かす素材で、内部データにあった 3D ベンチというモデルを印刷してみます。印刷できる最大の大きさは縦横 27cm、高さ 25cm まで対応しているみたい。ぴょこぴょことプレートが動いているのは、印刷前にノズルとプレートの距離を測定して、自動でレベリング、印刷ミスを低減してくれているようです。ここから印刷開始。ヘッドの動きがマジで速い。等倍にしてもこんな感じ。こんなに速くて精度が出るのか、ちょっと不安になる速さです。出来上がったものがこちら。プロなので少し見にくいですが、表面も輪郭も綺麗に印刷されています。あの速さでこんなに精巧なものができてしまうんだから、マジで驚きました。次は Q2 ボックスの取り付け。Q2 ボックスとはマルチカラー印刷をするための装置で、フィラメントを4つ収納できるようになっています。ボックスの後ろからチューブが4本出ていて、ここを通って本体にフィラメントが供給されるようになっています。チューブを無理なく接続するために、裏側に 20cm 程度のスペースが必要になります。フィラメントを収納するとこんな感じ。ここで収納しているのは ASA と呼ばれる耐熱性のあるフィラメントで、いくつかのカラーがラインナップされています。フィラメントの多くは印刷する前に湿度 10% 以下の環境で乾燥させる必要があるのですが、このボックスで乾燥させることができます。別途乾燥機を買わなくてよくなるので、その点でもお買い得だなと思いました。ということでマルチカラー印刷をしていくのですが、まずはスライサーソフトで設定をする必要があります。スライサーソフトは同梱の USB メモリーに入っていた CD Studio を使用します。真ん中にある追加のボタンで印刷したい STL モデルを召喚します。3D モデルを作るときに色をつけたい部分は別ボディにしてあります。次に左のフィラメントの欄で使用するフィラメントの色を設定して、真ん中上の色塗りボタン、塗りつぶしを設定して、ボディごとに色を設定していきます。色が塗り終わったら右上のスライスボタンを押すと、各色のフィラメント消費量や加工時間が表示されるので、確認をして 3D プリンターに送信します。こんな感じで1層ずつ各色のフィラメントを切り替えて印刷していきます。この印刷はだいたい2時間ほどかかりました。印刷されたものがこちら。良い感じの枝豆が印刷できました。ということで CD の Q2 コンボでマルチカラー印刷に挑戦してみました。初心者でも比較的簡単に印刷できたと思います。価格は Q2 本体が 72,999 円。ボックスが 32,999 円。セットなら 93,999 円でお買い得。初心者から上級者まで対応していて長く使えそうです。概要欄にリンクを貼っておきます。3D プリンターで何を作りたかったかというと、デスクミニのケース。木製とアクリル製のケースを作ったことがあるので、3D プリンターでも作りたいと思っていました。
木製とアクリル製のケース、まだ見ていない人は概要欄から見てください。ということで 3D キャドでモデルを作成。無地だと面白くないので、さっきの枝豆をデザインしてみました。ケースアッシーで印刷する方法もあったんですが、印刷するのに3日、80時間かかります。フィラメントの交換回数も増えるので、ブラッシングで大量のフィラメントがうんちに。フィラメントの消費量が 1kg を超えてきます。うんちというのはこんな感じの排泄物で、フィラメントを交換するときに色が混ざらないように、ノズル内に残ったフィラメントが排出されます。なので分割して印刷することにしました。分割だと印刷時間は10時間ぐらいに、フィラメント消費量も 200g 以内に収まります。今回使用するフィラメントは耐熱性のある ASA で、kg で5000円と結構お高いので、フィラメントはできるだけ節約したいです。ということで分割して印刷したものがこちらになります。フロントパネルと吸気側になるパネル。吸気側のパネルには枝豆のワンポイント。あと底面と上面のパネル。メッシュはすべてハニカムで統一しておきました。どれも綺麗に印刷できています。枝豆の顔の色が黄色すぎるのは、ちょうど良い肌色のフィラメントがなかったので、各パネルにはこんな感じのダボがついていて、ダボ穴にはめると接続できるようになっています。すべてのパネルを組み付けるとこんな感じのボックスになります。結構いい感じ。ワンポイントの枝豆でお酒が進みます。たださすがにこれだけだと強度に不安があるので、接着剤で接着を。セメダインのスーパー X 透明を使います。とその前に、元々のデスクミニについているスイッチをネジで固定できるように M3 のインサートナットを溶着しておきます。低温のハンダコテを押し付けて溶着させました。あとはセメダインで接着を薄く塗布して、パネルと貼り合わせます。ダボがあるので細かい位置合わせは不要です。上下のパネルを接着したら、重しを乗せてセメダインが乾くまで1時間ほど放置。生乾きぐらいになったら他のパネルも接着していきます。すべてのパネルを貼り付けたら、バックパネルを固定するところに M3 のインサートナットを溶着します。温度が高すぎると溶けすぎて埋もれてしまうので、可変抵抗で電圧を落としています。これでケースは完成。デスクミニ付属のスイッチを取り付けます。ネジは純正の M3 が使います。VRM の近くで一番熱くなりそうなところには、念のためアルミガラスクロステープを貼ることにしました。こんな感じになります。本体を取り付け、バックパネルを M3 のネジで固定します。これで完成。白に緑がいい感じです。とりあえず動作確認。スイッチオン。スイッチの押し心地もグッド。USB スロットなども問題なく使用できました。念のためこのまま耐久テストに投入。CPU-Z で負荷をかけて放置します。暗くするとこんな感じ。パネルの厚さが 2mm なので、ちょっとだけ LED の光が透過しています。サーモグラフィーで温度を測るとこんな感じ。VRM 近くのパネルでも室温プラスアルファの温度になっていて、ASA が南下する97度までは上がらなそうです。とりあえず24時間連続で負荷をかけてみました。熱による変形などはないので大丈夫だと思います。ということで 3D プリンターのマルチカラー印刷でデスクミニのオリジナルケースを作ってみました。耐熱性も問題なさそうなので、展示会で長時間稼働ができそうです。なかなか良きと思った人は高評価とチャンネル登録をお願いします。ではでは。